おはようございます。たかしです。本日は3月13日水曜日、ただいま9時30分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は陽線です。ここのところ連続で陰線だったんですが、それを一旦止めてきた形ですね。ここが下げ止まりとなって、ここから上昇していけるのかどうかというところに注目です。現在は GMMA の青帯付近にありますので、ここから反発してもおかしくないところ。ただストキャスティクスもう少し下げる余地があるのと、マクディもうちょっと弱いので、昨日の上昇から本日すぐどんどん上昇していくという印象は持てませんので、現在は買い足が下落トレンドを作っているので、まずはその下落トレンドを崩してくるかっていうところを見ておきたいですね。直近ではここをダブルトップを作っての下落になっておりますので、もう少し下落する余地はあるんですが、昨日の反発が下げ止まりになるのか、それとも昨日の安値を下抜けてもう一段下落してくるのかっていうところを見ておきたいですね。ただ昨日の安値を下抜けるような動きをしてくると、このあたり186円ぐらいまで下落する可能性がありますので、そうすると比較的大きな下落になるので、その辺のトレードはやりやすくなってくるかもしれません。ただストキャスティクスはそろそろ安値圏に差し掛かってますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足は今下落トレンドなんですね。この左側オレンジのトレンドラインを引いてますが、その左側では上昇トレンド GMMA の青帯の上で動いておりました。そしててっぺん付近では GMMA の青帯をまたいで動いておりましたよね。上抜けたり下抜けたりしております。そして最終的には下抜けて、今は GMMA の青帯の下で動いておりますので、この青帯の向きを見ていただいてもわかるように下落トレンド中、つまり現在はこの下落の流れに乗っていきましょうという考え方ですね。ただ昨日は比較的強く上昇してきておりましたので、 GMMA の青帯付近まで戻してきましたね。ただ戻してきたとはいえ、その GMMA の青帯で結局上値を抑えられてますので、ちょうどこの黄色丸の安値ですね、ダブルトップのネックラインっていうところが今レジスタンスに変わって、そこから本日下落から始まっておりますので、このまま下落トレンドが継続するのであれば、次のターゲットは 187.6 付近と考えております。その前にまずは昨日の安値がありますので、昨日の安値の188円付近を明確に下抜けられるかどうか、そして上昇方向をイメージするのであれば、このネックラインですね、黄色丸の安値を明確に上抜けてくる189円をしっかりと上抜けてくると、そこから上昇方向に動きやすくなると思います。ストキャスティクスもマクディも今一応上昇中ではあるんですが、ちょっと動き方としては微妙ですので、ここから下落していくかもしれないし、上昇していくかもしれないという分かりにくい今インジケーターの形をしております。ただトレンドとしては下向き、 GMMA の青帯が下向きですので、下落トレンドを形成しているというところですね。では1時間足です。昨日の動き、これ結構分かりにくかったですよね。午前中に結構大きく上昇して、それからほぼ一手コインになるような大きな下落、そこからじりじりと上昇してきております。現在は GMMA の青帯の上に乗っておりますので、ここでサポートされるのであればもう一段高、先ほど4時間足で言っていましたオレンジの水平線189円というところをしっかり上抜けられるかどうかというところに注目ですね。189円を明確に上抜けてくると、この水色の水平線の 189.7 付近を目指して上昇しやすくなりますので、次はそこを超えられるかどうかというところに注目です。1時間足は今までずっとレジスタンスになっていた GMMA の青帯、これずっと上値を抑えられて下落してきてますよね。それを昨日上抜けてきてますので、この上でサポートされるのであれば、今言ったような動き方をしてくると思いますので、本日はそこに注目。逆にこの GMMA の青帯を明確に下抜けてくるようですと、昨日の安値もしくは 187.6 付近まで下落すると考えられますので、その辺の動きに本日は注目です。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。現在は黄色丸の安値付近が意識されて、そこからの反発になってきておりますね。ただし昨日も上昇したんですが、ローソク足としては上髭を出しております。やはり上値は重いという印象を受けますね。 GMMA の青帯を下抜けて、昨日の上昇で GMMA の青帯まで上昇はしてきたんですが、そこから今上値を抑えられて、再びここから下落するのかというところですね。日足のストキャスティクスは一応ゴールデンクロスはしていますが、クロスの仕方が少し弱いので、ここから
下落してもおかしくないと思いますので、ここから下落してくる場合は、再び黄色丸の安値、145.9 付近を目指して下落していくと考えますし、この146円付近のこの白いラインを明確に下抜けてくると結構大きく下落する可能性がありますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足は今までのずっと下落一辺倒から昨日は反発してきました。ただ本日は下落から始まってますので、今この下落トレンドに沿っての下落になってきておりますね。GMMA に接触、ストキャスティクスも高値圏からのデッドクロス。基本的なこの下落の動き方ですよね。ですので、昨日のこの長い上髭を見てもわかりますように、ここからの今下落になってますので、本日はこの 146.5 直近の安値を目指すかどうかっていうところを見ておきたいですね。そして上昇方向で考える場合は、まずはこの昨日、一昨日とかの安値ですね。ここでのダブルボトムっていうのを意識しておくといいと思います。もしくは GMMA の青帯を上抜けてからですね。現在は GMMA の青帯が下向きですので下落トレンド中なんですが、ここを上抜けてくるとこの下落トレンドを崩してくることになりますので、上昇方向にトレードするのであれば、まずはこの GMMA の青帯を上抜けてきてほしいところです。現在の4時間足ではちょうど戻り売りポイントになりますので、ここから下落するのかどうかっていうところを本日は見ておきたいです。では1時間足です。1時間足では月曜日から小さく上昇トレンドを描いております。これ15分足単位ぐらいの上昇トレンドと考えているんですが、それまではずっと GMMA の青帯の下で動いてきたんですが、昨日の上昇でこの GMMA の青帯を上抜けてきました。本日は下落から始まってますし、先ほど言ったように4時間足の GMMA に接触しているので、このまま下落していく可能性も十分あるんですが、まずはこの買い足の小さな上昇トレンドを崩してくるかというところに注目ですね。今は1時間足の GMMA の上にありますので、ここでサポートされると、ここから上昇していくと考えられますが、先ほど4時間足で言ったのは、4時間足の GMMA がすぐ上を走っていて、その GMMA で抑えられて4時間足の戻り売りポイントだと言いました。ただし1時間足では小さく上昇トレンドを描いているのと、GMMA の青帯の上にありますので、この上昇しようとする上昇トレンド、そして4時間足の下落トレンド、どちらが勝つかっていうところが本日のポイントですね。ですので上昇すると思うのであれば、この小さな上昇トレンドに乗っていけばいいですし、下落すると思うのであれば4時間足の GMMA に今接触してますので、ここからの下落の流れに乗っていけばいいと思います。本日は1時間足の GMMA でサポートされて上昇するのか、それとも4時間足の GMMA でレジスタンスされて下落するのかというところを見ておけると、抜けた方についていけますので、トレードとしては分かりやすくなると思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。掲示板機能だけをご利用することもできますので、一度ご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。